皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。じゃん。はい、こちら皆さんお分かりでしょうか。先日ね、やっとの思いでこちらレアベイゲットバトルにてレアベイのコバルトドレイクゲットしましたということで、今回はこちらのね、開封と、動画の方をねやっていきたいなと思っております。でレビュー動画に関しましては以前ね、ありがたいことに友人からお借りしたものでさせてもらっていますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておりますので、ぜひねそちらの方からご覧になってください。はい、そんなわけでまず今回こちらのコバルトドレイク、こちらをですねアンボクシング開封して早速皆さんにお見せしていきたいなと思っております。それではやっていきましょう。さあということで、こちら皆さんやっと当選しましたコバルトドレイク、今からねこちら開封していきたいなと思います。やっとですよ。果てしなかったっすね。念願のコバルトドレイク、マジでこんなタイミングで当たると思ってなくてかなりびっくりしてるんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、それでは中身見ていきましょう。はい、これあれか、説明書ですね。はい、じゃあこちら本体ですね。せーの。はい、来ましたよコバルトドレイク。はい、こんな感じになっております。じゃあねちょっと早速開けていきましょう。やばいね。ちょっとコバルトドレイクって本当に当たる確率めちゃめちゃ低くないですか。もう全然当たらなくてもう諦めかけてたんですけど、はい。さあそれではね、一つずつパーツ見ていくんですけれども、一応レビューでももうすでに動画の方撮影してますのでサクッといきます。それではねこちらブレードの方を開けていきたいと思います。いきます、せーの。はい、来ましたコバルトドレイクブレード来ましたね。こちらどうでしょう。めちゃめちゃかっこいいです。はい、やっと自分のものになりましたということで、はい、こちらがコバルトドレイクね 38g 台を持っているブレードになっているかと思います。ちょっと後で重量測っていきます。一応こちらね、ラチェットになっているんですけれども、こちらラチェットの460ですね。はい、4枚刃の背の低くセットするための部品パーツとなっております。で最後こちらねビットなんですけれども、こちらフラットビットになっております。はい、ここがねレッドカラーで紫のカラーとかなりシックなおしゃれなカラーリングになっているかと思います。はい、それではもうやることは一つなんですけれども、重量を測っていきたいなと思います。一応念のため、はい、念のためですけれども、こちらねフェニックスウィング、今最重量級のブレードなんですけれども、こちらが 38.8g ということで、はい、じゃあこれに対してコバルトドレイク、もう皆さん多くの方がご存知だとは思うんですけども、果たして僕のコバルトドレイク何グラムなのか測っていきましょう。 38.15g です。はい、微妙にこっちの方が重たい。よかった。はい、めちゃめちゃ嬉しい。もう一回測りますよ。はい、38.15g です。はい、そんな感じでちょっとこれだけで僕はテンション上がってるんですけれども、はい、もう待ちに待ったコバルトドレイクなんですよ。もう早速ね、もう大会とかでもガンガン使っていきたいと思いますし、塗装のハゲっていうのはもう致し方ないところだとは思うんですが、はい、当選したということでこちらを使ってね今日は動画の方をやっていきたいなと思います。はい、こちらがコバルトドレイク 460F でございます。はい、こんな感じになっております。はい、ということで今回こちらねコバルトドレイクがやっと当選したということで、早速ですけれども今回こちらのコバルトドレイクの性能を確認すべく今あるラインナップの全てのビットを装着して検証の動画をね撮っていきたいなというふうに思っております。でこちらね非常に入手が困難なレアベイだけに、しっかりね映像にしているクリエイターの方もね、少ないんじゃないかなというふうに思っておりますので、今回このルカチャンネルでしっかり一つ一つ詳しく検証してみていきたいなというふうに思っております。かなり貴重な映像になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。
はい、それではね、今回はこちらヘルズサイズ 960B、こちらとね対戦していく構成にしていきたいなというふうに思います。皆さんもご存知の最も安定したスタミナカスタム、こちらのベイブレードとぶつけて、それぞれ撮影した映像がどういった動きになっていて、どんな結果になっているのか、あとはパーツとの相性や特徴、そういったものをしっかり言語化した上で、皆さんのコバルトドレイクのカスタムを考える時の一つの参考になればいいかなというふうに思っております。まずはですね、こちらアタック系統のビットから見ていきます。まずはですね、F ビット。こちらはですね、アタックの基本となるビットということで、エクストリームラインに乗っかりやすく積極的にアタックしに行けちゃいます。アタックで高得点を狙うために使いやすいパーツになっておりまして、軸先がフラット形状なので姿勢を保ちつつ、スピンも取れるっていったね、可能性もあります。続いてはこちらですね、ローフラットビット。こちらは F ビットよりも 1mm 身長が低くなって、さらに軸先のスタジアムとの接地面積が広くなったことによってスピードが向上し、より攻撃的な動きになったと。まともに当たってくれれば威力は最高に高いと言えます。その代わりデメリットとしてはスタミナが極端に落ちた。その中アタックタイプのメリットとデメリット、そのデメリットの部分に関してうまく補っていると思っているのが、僕はこちらのラッシュビットだというふうに思っております。僕はねこれめちゃめちゃ優秀だと思っていて、何度もエクストリームラインに乗っかってアタックするチャンスがあると。でコバルトドレイクのこの重量級のアタックが複数回起こせるので、相手を吹き飛ばして大きくスタミナロスさせられるぞっていうのをねお伝えしたいなというふうに思っております。さらにアタック系統のビットの中では軸先が細いことでスタジアムとの接地面積も少なく、スタミナを残しやすい傾向があります。続いてはこちらのギアフラットビットですね。もうギアが軸先まで延長していて、エクストリームラインに乗っかりやすく激しくエクストリームダッシュする動きとなっております。こちらコントロールが難しくなっておりまして、加速しすぎて自滅エクストリームフィニッシュのリスクがめちゃめちゃ大きいといったねデメリットが懸念されております。続いてはバランス系統のビットからこちらテーパービット。バランスの基本となる序盤のアタックと後半のスタミナが再現できます。コバルトドレイクのブレード形状が重いことによって後半は姿勢を崩しやすく倒れてしまうといったところがデメリットになっております。よって前半でアタックを当ててスタミナを削らないと勝ち筋がかなり少ない印象で、こちらのハイテーパービットに関しては 1mm 身長が高くなっており、上から叩きつけて吹き飛ばしますが倒れやすくスタミナが安定しないといった感じになっております。次はポイントビット。フラットビットのようにエクストリームダッシュによってアタックする軌道から軸先の突起部分によって中心でおとなしい軌道になることが可能です。これの強みとしてはアタックをしつつ後半は姿勢を保つことができる。よってスタミナを維持しやすいといったポイントもあります。重いブレードによるアタックで相手を吹き飛ばすことや、スタミナロスを大きく削ってスピンも取れる万能タイプになっているかというふうに思います。でこちらギアポイントビットに関しても軸先の先端までギアが延長してより激しいエクストリームダッシュが実現なんですが、安定性にはちょっと少しねこれは疑問が残っております。ここからスタミナ系統のビットになっていくんですけれども、まずはこちらのボールビット。スタミナとしては安定して強いとされておりまして、しかしながらこのコバルトドレイクのブレードが重いので、バランスを崩しやすいといったデメリットがあると。悪くはないんだけれども、ボールここで運用するのはちょっと考えにくいなっていうふうに思っております。続いてはオーブビットですね。小型の半円状の軸先で身長が低くなっていて、中心に戻ってきやすい動きになっております。ボールビットに比べたら後半の姿勢は保持できなくて、スタミナも劣るんだが、カウンターでスタミナを削っておけば勝ち筋があるような気もしております。続いてはギアボールビットですね。こちら軸先の先端までギアが延長されていて、カウンターアタックができるんだけど、非常にこれ扱いが難しくて、カウンターでアタックしてしまうとスタミナロスだけじゃなくてバーストリスクが上がってしまう。ブレードが重いので姿勢を崩すとなかなか戻れなかったりで、スタミナとしても安定しない組み合わせだったのかなっていうふうに思っております。そして最後はディフェンス系統のビットからニードルビット。これに関しては、シャープ軸で傾くとそのままスタミナロスが大きかった。
中心に止まるビットは、アタックのね標的になりやすくバースト耐性が低いので、ちょっと厳しいかなというふうに思いました。ただね、これ身長が 1mm 高くなったハイニードルビットに関しては軸先の傾斜がなだらかで、倒れきらずに粘ってスピンが取れた印象、若干身長もあるので上からのカウンターで相手を飛ばすこともできると、そういった理想的なカウンターディフェンスのような動きだったのかなというふうに思っております。そして最後にこちらスパイクビット。ヘルズサイズのボールに対しては、寝かされてスピンを取られることも多いんだが、低姿勢でシャープ軸の組み合わせ、そして重量級のブレードと合わさると結構安定しているようにも見えました。弾かれてもスタジアムにまた食いついて、ちゃんと中心に戻ってきてくれる、スパイクビットなかなかね悪くなかったんじゃないかなっていうふうに思っております。2 hours later。 はい、以上です。めちゃめちゃ頑張りました。めっちゃ喋りました。以上ね、今あるビット全てのパーツを使って、検証の方をやっていきました。はい、皆様いかがだったでしょうか。それぞれ振り返ってみると、いいとこ悪いとこっていうのがね見えたかなっていうふうに思います。フェニックスウィングと同じく 38g あって、ベイブレード X シリーズ今最も重いブレードということで、トップヘビーになってしまうのは必然的なので、しょうがないかなっていうふうに思っていて、傾いても姿勢の復帰のしやすさだったり、重量を生かしたアタックの機会が多くなるパーツ、こんな感じの考え方をポイントとして、自分でね、自分に合ったオリジナルのカスタムを考えていくのがねいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとはこちらね、同じ重量級のフェニックスウィングと比較してみた印象を一言でまとめると、形状の違いからしてフェニックスウィングの方がよりアタック寄りかつ受け流し効果があったり重心バランスもグッドでした。で、このコバルトドレイクはアタックというよりかは、ディフェンシブなブレードなのかなというふうに思っていて、そこまでこの尖った箇所もないし、使い込むと角が削れて、なだらかにね、なっていくんじゃないかと。これはね、僕の個人的な主観にはなってきますので、一参考として皆さんね、共有したいなというふうに思っております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こういったね、検証動画っていうのはね、今後もやっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、このルカチャンネルをチャンネル登録していただいて、今後の情報もね、チェックしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。で、僕のこのルカチャンネルではですね、ベイブレード X のこういったおすすめのね、改造だったり検証でしたり、商品レビューとか新着情報ですとか、あとはシネマティックなね、映像表現のベイブレード X の映像も制作しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価、今後ともよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。